スメイブラ高速完成チャンネルプララボです。2026年8月発売のプラモデルから、個人的に気になっているキットを8つ紹介していきます。早速やっていきましょう。タミヤ35分の1福井ラプトル。価格は880円。2026年8月8日頃発売。本格派の造形でありながらはめ込むだけで手軽に組み立てられるクリックロックシリーズ第1弾。日本で初めて発見された新種の肉食恐竜福井ラプトルは、恐竜王国とも呼ばれる福井県勝山市の約1億2000万年前の地層から見つかりました。2000年に学名が与えられ、体の大きさはおよそ 4.7 メートル。自然なポーズや皮膚の質感は学術的根拠に基づいてモデル化。頭のパーツにはスライド金型を使用し、鋭い刃の一本一本まで精密に再現。タミヤが新しく始めるスナップフィットキットシリーズの第1弾。タミヤの恐竜プラモとしても32年ぶり。円安と石油材料高騰のご時世に定価880円で発売しているのも企画への気合が伺えます。パーツの合いの良さでは業界圧倒的トップのタミヤがスナップキットを作ったらどうなるか。組み心地がすごく気になりますね。キットの構成だと思いっきり物代わりなのが気になるところ。タミヤの精度なら物代わりのスナップキットでも合わせ目が見えなくなるんでしょうか。第2弾は福井サウルスが予定されています。このままシリーズが続いてタミヤのキャラクタープラモとか出ないかな。造形村32分の1五式戦闘機1型オツ。価格は 12,430 円。2026年8月8日頃発売。K100 こと五式戦闘機とは日本陸軍機で3式戦闘機飛燕の派生型。3式戦に星型空冷エンジン派112を搭載し、胴体などを改修した応急改造機である五式戦は、その生まれとは裏腹に優れた性能を示しました。スーパーウィングシリーズキットでは、液冷エンジンから空冷エンジンへの換装で成功した五式戦を実験取材に基づき、実機の改修過程と構造が実感できるパーツ構成で徹底再現。胴体と主翼をつなぐ大きなフィレットなど、川崎設計陣の苦労が忍ばれる部分も再現しています。パーツ総数は274。カラーとマーキングは2種付属です。ボークスのプラモデルブランド造形村スーパーウィングシリーズの17作目の新金型となるキット。組み立てると見えなくなるエンジンなどの内部構造まで再現する設計方針で知られます。五式戦は人気の飛行機ですがあまりキットが豊富ではありません。ビッグスケールや内部構造再現を抜きにしても五式戦の最新キットというだけで価値がありますね。開発経緯からもエンジンが重要な特徴なので、エンジンまで細かく再現するスーパーウィングシリーズにぴったりの題材です。ボーダーモデル35分の1ノースアメリカン P51 ムスタングフルインテリア。価格は 14,850 円。2026年8月発売予定。水滴型キャノピーを搭載した P51 ムスタングの D 型を35分の1スケールで再現した大型プラスチックモデル組み立てキットです。内部構造まで徹底再現した究極の P51 精密フルインテリアキット。ランナー状態で塗装済みのプリペイントキットです。複雑な内部や機体外装部を塗装済みとすることで組み立てるだけで高い完成度を楽しめます。細部を再現するためのエッチングパーツが付属。4種のマーキングを再現するデカールが付属します。ボーダーモデルは中国の模型メーカー。2019年頃から製品を出していて、戦車の内部を丸ごと再現するフルインテリアキットで評価を上げました。2021年からは飛行機模型も発売していますが、特徴的なのは35分の1というスケール。飛行機のビッグスケールでメジャーな32分の1ではなく、あえてミリタリー模型のメジャースケールの35分の1というマイナー領域を攻めていて、いろんなミリタリープラモとスケールを揃えて並べて楽しめるのが特徴です。このキットはボーダーモデルの飛行機模型では初の塗装済みキット。塗装なしで組み立てるだけで巨大でリアルなマスタングが手に入るようです。エンジンをはじめとして見えない内側まで再現され、3D プリントパーツやエッチングパーツも付属。さらに別売りのダイナミックパックを買うと、モーターでプロペラの回転、ライトの点灯も可能になります。もはやプラモというよりディアゴスティーニですね。ディアゴスティーニにしては 15,000 円は安いと言えるかもしれません。P51 マスタングは第二次世界大戦最強と名高いアメリカ軍の戦闘機。プラモの題材としてもトップレベルで人気があるので、ボーダーモデルが新機軸の勝負をかけた商品の題材として選ぶのも納得です。飛行機向けのジャンルでは塗装がいらないキットは珍しいので、
そういう意味でもありがたいキットですね。エディアルド32分の 1P51B マスタングロイヤルハイブリッドエディション。価格は29,700円。2026年8月発売予定。エディアルドから完全新金型の32分の 1P51B マスタングロイヤルハイブリッドエディションが発売。ハイブリッドエディションは胴体や主翼、尾翼などのインジェクション製パーツの数を最低限に抑え、コックピットや着陸装置、排気管などをすべて 3D プリンター製パーツにすることにより、100% プラスチックパーツ製のキットと比較してパーツ数が約半分以下になり、組み立てやすくなったキットです。塗装マスクシール、エッチングパーツと8種のデカールが付属。付録として 3D プリンター製パイロットフィギュアと P51B の歴史を紹介する100ページの写真集がついてきます。エデュアルドはチェコのプラモデルメーカー。もともとはエッチングパーツなどのディテールアップパーツを主力とするメーカーでした。ですが最近は超精密なプラモデルキットをどんどん発売していて、キットの精密さでは世界一の評価を欲しいままにしています。このキットはエデュアルドが新規に立ち上げたロイヤルハイブリッドエディションの第一弾。超絶ディテールはこれまでのエデュアルドのキット通りですが、今までのような難易度の高いエッチングパーツは最小限に抑えられていて、その代わりに 3D プリントパーツがふんだんに使われています。キットの見本や組み立て説明書がすでにウェブで公開されてますが、正直表記を疑うような内容なのでちょっと見てみましょう。プラパーツは104個で精密なキットにしては確かに少ないですね。そこまで力を入れてるのに胴体は物変わり難解という気はします。そしてやはりすごいのは72個の 3D プリントパーツ。プラモの領域を大きくはみ出した狂気の精密さです。ただ恐ろしいのが、例えば脚個ですが、この複雑さでたった1パーツなんですよね。組み立ては簡単だとしても塗装が無理すぎる。題材となる機体はボーダーモデルに引き続きまたしてもマスタング。新ブランド立ち上げの題材には鉄板の人気機体ということなんでしょうね。塗装しない前提ならそこまで難しくないキットだと思うので気楽に作れるかも。値段は高いですけどね。一瞬宣伝させてください。このチャンネルでは毎月メンバーシップ限定動画を投稿しています。5月は2025年の収益を全公開。どうぞよろしくお願いします。青島32分の1ラクプラスナップキットフェラーリ 512BB。価格は2860円。2026年8月5日発売。レッド、イエロー、ブラックの3色展開。V 型12気筒エンジンを180度のバンク角で搭載した70年代フェラーリのフラッグシップモデル 512BB がラクプラスナップキットシリーズに登場。最高速度時速302キロ、公道世界最速を争った伝説の名車です。完全新金型、3D スキャンで実車を忠実に実体化しました。512BB の特徴的なツートーンカラーはパーツ分割で再現。接着剤不要のはめ込み式、塗装も不要です。パーツ点数は47点。リトラクタブルヘッドライトは開閉選択式。15インチのスピンナー付きホイールが付属します。青島の塗装不要、接着剤不要の人気シリーズからまさかのフェラーリが登場。フェラーリは版権管理が厳しくてプラモデルな発売がかなり厳しいブランド。2019年にはタミヤが版権の問題でフェラーリのキットを全て販売終了しています。その状況の中でラクプラからフェラーリが発売されると、去年の全日本模型ホビーショーで発表されて結構なニュースになってましたよね。このキットは他のラクプラのキットより400円ほど値段が高め。フェラーリの版権の厳しさで青島が苦労してるのが伺える気がします。今回の 512BB の後もフェラーリ 288GTO とフェラーリ F40 の発売が予定されているので楽しみですね。個人的には F1 まで出してほしいな。バンダイプラノサウルスイグアノドン。価格は1925円。2026年8月1日発売。プラノサウルスガチ古生物部よりイグアノドンが登場。1870年代に発見された全身骨格に基づくカンガルーのように立ち尻尾を引きずる姿をしたイグアノドンを再現。骨格ビルドで恐竜の内部構造から知ることができる。恐竜ビルドで骨格の上から外皮パーツを取り付ける。プラモデルならではの仕様で恐竜の姿を復元。ニッパーなどの道具や接着剤が必要ないから簡単に組み立てられる。口の開閉及び首、手足、尻尾など各所が稼働し、好みのポージングでディスプレイが可能。対象年齢は6歳以上。付属品はシール1つと台座1つです。7月に発売されたティラノサウルス1915に続いて、
昔の復元イメージを再現した恐竜キット。イグアノドンは最初期に発見された恐竜の原点にあたります。現在の学説では否定されているレトロなスタイルの恐竜のキットとしては一番ぴったりの題材ですね。海洋堂アートプラスカルプチャーワークスキングギドラリイマジネーション。価格は9900円。2026年8月発売予定。プラキットで堪能する造形美。宇宙怪獣キングギドラがアートプラにラインナップ。1964年公開の映画三大怪獣地球最大の決戦より、ゴジラ、モスラ、ラドンと激突した山間部の情景をモチーフに再構築。宣伝ポスターをイメージしたポージングも取り入れ、完全新規造形で立体化しました。3つの頭部はそれぞれ異なる表情を持たせ、部位ごとに鱗のサイズを変えています。鱗はディテールを優先してパーツを分割。複雑な形状でありながら、緻密に噛み合い、隙間なく組み立てることができます。手前に橋を配し、劇中にも登場した神社の境内を再現。成型色はイエローオーカー、組み立てには接着剤が必要です。海洋堂のポーズ固定プラモシリーズアートプラスカルプチャーワークスからキングギドラが新発売。リイマジネーションという名前通りかなり原作からアレンジを効かせたシリーズです。2年ほど前からいろんなプラモメーカーからゴジラのプラモが大量に出ていますが、だいぶ人気どころは出尽くしてきましたよね。今後はこのキットみたいにライバル怪獣がたくさん出てくる予定で、海洋堂からメカゴジラ、青島からデストロイヤー、グッドスマイルカンパニーからスーパーメカゴジラとモゲラの発売が予定されています。たくさんゴジラのキットが発売されてますけど、初代以外の昭和ゴジラのキットは全然出てなかったので、その意味でも貴重なキットですね。バンダイ HG144 分の1ガンダムレオパルド。価格は2420円。2026年8月8日発売。機動新世紀ガンダム X に登場したガンダムレオパルドが最新 HG フォーマットで登場。インナーアームガトリムの変形とサワンとの合体収納ギミックを再現。ブレストガトリング、ショルダーミサイル、ホーネットミサイルの各開閉ギミックを再現。付属品はセパレートミサイルポット1つ、ビームナイフ1つ、シール1つです。2026年はガンダム X の30周年。その記念キットの一つでこの後、ガンダムバソアゴとガンダムアシュタロンの発売も予定されています。ガンダムレオパルドは主役機の中で唯一 HG が出ていなかった機体。一方でガンダムビルドファイターズトライに登場したバリエーションキット、レオパルドダヴィンチだけが2015年に発売されてました。つまりバンダイは30周年に合わせて11年ダッシュを示してたわけですね。バンダイの10年以上先まで見越した長期的な販売計画が垣間見えるキットです。以上8月発売の注目キット8選でした。いかがだったでしょうか？概要欄にキットのリンクを貼っておきます。よかったらあなたも注目している新発売キットもコメントで教えてください。動画が参考になったと思ったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。